こんにちは。今回は長編みで編む正方形モチーフを紹介します。コットンの糸を6号 3.5mm のかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目を作ります。糸をくるりとひねって糸を引き出し、この輪は少し緩めたままにしてください。ここから鎖編みを5目編みます。5目の鎖編みを編みました。最初に緩めてあるこの輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。糸を引き締めてください。そしてこの糸端をしっかりと引き締めて輪を絞ります。この輪の中に編んでいきます。糸端はこちら側に回して編み込んでいきます。鎖編み5目の輪の作り目ができました。次は長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。この鎖編み3目が長編み1目となります。次は輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出します。糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編みを編みました。この目は鎖編みの目に寄せてください。次は鎖編みを2目編みます。この鎖編み2目が角になります。次は鎖編み5目の輪の中に長編みを3回編みます。糸端を編み込みながら長編みを3回です。2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編み1目、同じようにあと2回長編みを編みます。糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて長編み2目ができました。もう1回長編みを編みます。2本2本と引き抜いて長編みを3目続けて編みました。次は角になる鎖編み2目を編みます。鎖編みを2回編み、次は長編み3目を編みます。ここと同じように長編み3目を編み入れていきます。長編みを1回、2回、3回、長編み3目を編みました。長編み3目を編んだら次は角の鎖編みを2回編んで、次は長編み3目を編みます。長編みを1回、2回、3回編んで、これで角が3箇所できました。次は四角の最後の角です。鎖編み2目を編み、次はもう1回ここに長編みを1回編みます。長編みを1目編みます。
次は最初に編んだ鎖編み3目の3個目のところに引き抜き編みをします。ここです。長編みの3個目に引き抜き編みをします。引き抜いた糸をしっかり引き締めてください。次は2段目です。2段目も1段目と同じように、ここから鎖編み3目で立ち上がります。段の最初は鎖編みを3目編みます。鎖編み3目を編みました。次は前段の長編みの頭のところに長編みを編みます。長編みの頭の上の2本のところに長編みを編みます。針に糸をかけて1段目の長編みの頭の2本に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、糸をかけて残りの2本を引き抜いて2段目の長編みを編みました。次は鎖編み2目を編んだところです。ここに長編みを2回編みます。鎖編み2目の角のところに長編みを2回、もう1回長編みを編みます。角の鎖編みのところに長編みを2目編みました。鎖編み3目、長編みのところに長編み、鎖編み2目のところに長編み2回を編みました。次は角になる鎖編み2目を編んでから1段目の鎖編み2目のところにここと同じように長編みを2回編み入れます。長編み1回、もう1回同じところに長編みを編みます。これが角の編み方です。次は1段目の長編みのところに長編みを1目ずつ編んでいきます。針に糸をかけて1段目の長編みの頭の2本を拾ってここに長編みを編みます。同じように長編み1目のところに長編みを1目ずつ編んでいきます。もう1回長編みのところに長編みを編みます。2段目はこのような形になります。次は角の鎖編み2目です。鎖編み2目はここと同じように長編み2目、長編み2目を入れて間に鎖編み2目です。鎖編み2目のところに長編みを2回編みます。長編み2目を編んだら間に鎖編み2目を入れて、次は同じ鎖編み2目のところに長編みを2回編みます。これで角が2箇所できました。この編み方を続けて編んでいきます。次は前段の長編みのところに長編みを1目ずつ編みます。1段目の長編みに長編みを編んでいきます。長編みのところに長編みを1目編みます。
2段目はこのように編んでいきます。次は角の編み方です。鎖編み2目のところに長編みを2回、間に鎖編み2目を入れて、同じところにあと2回長編みを編みます。角が3箇所できました。ここも同じように編みます。長編みのところに長編みを1目ずつ編んできます。次は長編みのところに長編みを1目ずつです。前段の長編みの頭の2本を拾って長編みを編みます。そしてここが最後の角のところです。角の鎖編み2目のところはここと同じように長編みを2回、間に鎖編みを2回編んで、同じ鎖編み2目のところにあと2回長編みを編みます。これで角が全部できました。あとは最後のところです。最後は前段の長編みのところです。ここが鎖編みですが、その下の鎖編みを編んだ右側にあるこの長編みのところです。この長編みに長編みを編みます。1段目の最後の長編みのところに長編みを1目編んで、これで2段目ができました。最後は鎖編み3目を編んだ3個目に引き抜き編みをします。段の最後はいつも鎖編み3目のところに引き抜き編みをして終わります。これで2段目が完成しました。次の3段目も鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、前段の長編みのところには長編みを1目ずつ編んでいきます。次は角を編みます。鎖編み2目のところに長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編んでいきます。糸ができました。次は長編みのところすべてに長編みを1目ずつ編みます。3段目はこのような編み方をします。
角は毎段同じように編んで、長編みのところには長編みを1目ずつ編んで、このまま3段目を編みます。3段目ができました。次の4段目も同じように編んでいきます。4段目の最後のところです。糸始末はとじ針でします。糸を引き抜いたら、最初に鎖編み3目を編んだ3個目のところに針を入れるのではなく、その次に編んだ長編みの頭の2本を拾って、ここに針を入れます。このように針を入れて、糸を出した最初の目に戻します。ここです。この目に戻して、向こう側に糸を回して糸を絞ります。左右の目と同じぐらいの大きさに糸を絞ります。あとは後ろで糸始末をしていきます。すぐ根元のところに針を通して、あとは目立たないところを通していきます。表から見て左右の目と同じぐらいの大きさに揃っていたら、あとは目立たないところを通して糸始末をしていきます。長編みで編む四角モチーフを紹介しました。